タミヤの48分の1スケール4式戦闘機はやての仮組みを行うのだ。4式戦はやてですね。冷戦やはやぶさほどではないけど、日本陸軍機ではかなり人気のある戦闘機ですね。はやては日本陸軍後期を代表する戦闘機なのだ。1944年春頃から実戦配備され、 B29 迎撃や本土防空、沖縄戦など終戦まで各地で戦ったのだ。連合軍コードネームはフランクでしたね。は45空018気筒エンジンを搭載して、日本陸軍戦闘機としては最高クラスの性能だったのだ。武装も強力でしたよね。1型鋼では 20mm 機関砲2門と 12.7mm 機関砲2門、後期型になると 20mm4 門装備の型も登場するのだ。日本軍戦闘機って軽武装のイメージがあるけど、はやてはかなり重武装なのね。その通りなのだ。速度、上昇力、運動性能、武装、総合性能では日本陸軍最強戦闘機と評価されることも多いのだ。でも実績があまり聞こえてきませんね。原因はいろいろあるのだ。まずは45エンジンが安定しなかったこと、さらに戦争後期という時期もあって熟練搭乗員が少なくなっていたこと、燃料品質も悪化して本来の性能を発揮できないことも多かったのだ。せっかく高性能でも十分活かせなかったのね。米軍が旅客機を整備して試験飛行したところ、かなり高い評価を受けたのだ。大東亜戦争中において最高の日本戦闘機と紹介されることもあるくらいなのだ。実力は本物だったということね。今回レビューするのはそのはやてを再現したタミヤの48分の1スケールなのだ。この金型が発売されたのは1972年、つまり50年以上にわたって販売され、超ロングセラーキットなのだ。そんなに昔のキットなんですね。現在のタミヤ製品とは設計思想もかなり違いそうですね。部品数は少なめで構成もかなりシンプル。操縦席などは現在の基準で見ると簡素だけど、その分サクサク組み立てられるのが特徴なのだ。外側のディテールはどうなんでしょう。このキットで面白いのが機体表面のモールドなのだ。ほとんどは凸モールドとなるんだけど、一部オーモールドも含まれるのだ。凸と王が混在しているんですね。そうなのだ。外板の継ぎ目やリベット、角田面などがそれぞれ異なる方法で表現されているのだ。現在の感覚では少し不統一にも見えるけど、完成すると機体表面に独特の表情が出るのだ。昔のキットだから全部が大味というわけではないんですね。そうなのだ。タミヤ公式でも機体外板のリベットやマイナスネジ、角田面の表現をこのキットの特徴として紹介しているのだ。ただし胴体は実機の力強い印象と比べるとやや細身に感じるという意見もあるのだ。はやては太い胴体と大きなエンジンカウリングが力強い印象につながっている機体ですものね。そのため形状の正確さや密度感を優先する人には少し物足りなく映るかもしれないのだ。同じ時代には他のメーカーのはやてもあったんですか。同時期の48分の1スケールでは大滝のはやても存在したのだ。この金型は後にアリーから販売されて長く手に入るはやてキットの一つになったのだ。タミヤ版とはどんな違いがあるんでしょう。大滝アリー系は前面に王のパネルラインと細かなオーリベットが入っているのだ。古いキットとしてはかなり意欲的な表面表現なのだ。前面オーモールドならタミヤより新しく見えそうですね。ただ機体全体にびっしりとオーリベットが入っているので、その表現を精密と感じるか少し強すぎると感じるかは好みが分かれるところなのだ。対するタミヤは表面表現に古さはあるものの部品数が少なく組み立てしやすさを優先した構成なのだ。タミヤは作りやすさ、大滝系は表面の情報量という感じでしょうか。大まかにはそんな違いなのだ。ただしどちらも1970年代の設計なので、操縦席や足回りなどの細部は現在の基準では簡略化されているのだ。人気機なのに選択肢は意外と少なかったんですね。そうなのだ。はやては日本軍機の中では知名度も人気も高いけど、キット化に恵まれてきた機体ではないのだ。長い間48分の1スケールの主要な選択肢はタミヤと大滝、アリー系の2つだったのだ。だからこそ後に長谷川が新金型のはやてを発売した時は待望の新作として迎えられたのだ。現在48分の1で精密さを求めるなら長谷川が有力ということですね。そうなのだ。長谷川版は操縦席や足回りの密度、
全面オーモールドによる現代的な表面表現など後発キットらしい内容になっているのだ。現在も48分の1の定番品として販売されているのだ。そうなるとタミヤ版を選ぶ意味は値段と組み立てしやすさでしょうか？それもあるのだ。それに50年以上前の設計を現在でも普通に組めるという古いタミヤならではの魅力もあるのだ。最新キットのような細密感とは違うけど少ない部品ではやてらしい姿を手軽に楽しめる。そこがこのキットが今でも販売されている理由だと思うのだ。古いから価値がないのではなく、現在のキットとは楽しみ方が違うんですね。その通りなのだ。今回はタミヤを代表するロングセラーキットを現在の目線でじっくり仮組みレビューしていくのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは低空を飛行する4式戦闘機はやてなのだ。背景には入道雲も描かれていて、夏の南方戦線を思わせるイラストですね。タミヤらしい落ち着いた雰囲気のボックスアートなのだ。では中身を見ていくのだ。薄いグレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図となるのだ。マーキングは全部で4種類。第520臨時防空戦隊で内藤5超搭乗機、飛行第104戦隊所属機、第58新部隊所属機、飛行第11戦隊所属機となるのだ。マーキングの種類は結構ありますね。組み立て工程も多くないので完成までの流れはかなり分かりやすい印象なのだ。なるほどね。ではタミヤ48分の1スケール4式戦闘機はやての仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床に座席、隔壁、操縦桿となる。床の右側にダボがあるわね。右胴体に差し込む際のダボとなるのだ。パイロットはついていますね。パイロットは座っているタイプと立っているタイプがついているのだ。次はエンジンね。エンジンは全部で4パーツ構成。エンジン本体と軸の構成なのだ。エンジンは前方から見える範囲が再現されているわけね。そうなのだ。次はプロペラかしら。4枚ペラの一体成形パーツとスピナーの構成となるのだ。出来上がりはこんな感じね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席とエンジン、尾輪を挟んで接着するのだ。ケーキパネルはデカール表現ですね。昔のキットにありがちなデカールを台紙ごと貼り付けるのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなるが一部大モールドも含まれるのだ。機種の機銃部分とカウリングの前面も取り付けね。そうなのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらもほとんどが凸モールドとなる。胴体同様に一部が大モールドとなっているのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割構成となるので操縦席の開閉選択ができる。ここは嬉しい構成ですね。このキャノピーマイクロエース用としても使えるのだ。次は足回りですね。まずは左右主脚、主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、ホイール、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は胴体貼り合わせ時に組み込み済み。カバーは胴体と一体成形ね。次は細かいパーツとなるのだ。まずはアンテナからね。胴体上部にアンテナを取り付ける。左右の主翼に機銃も取り付けるのね。左主翼には気筒管もつけるのだ。操縦席にはヘッドレストを取り付けて照準器も取り付けるのだ。カウリング仮面にはオイルクーラーも取り付けるわけね。左主翼にはライトも取り付けなのだ。吊るし物は何が吊るせるんでしょうか？左右主翼下には装装が1つずつ吊るせるのだ。では最後に総評なのだ。今回はタミヤ48分の1スケール4式戦闘機はやての仮組みレビューをしたのだ。実際に仮組みしてみた感想はどうでした？まず一番感じたのは部品点数が少なく組み立てやすいということなのだ。パーツ構成もシンプルなので
テンポよく作業を進められるキットだと思ったのだ。古いとはいえさすがにタミヤですね。発売からかなり年数が経っているキットだけど、基本的なパーツの曖昧までも十分良好なのだ。胴体や主翼も大きなストレスなく組み上げられる印象だったのだ。完成したシルエットもハヤテらしく見えましたね。底合いまでも十分魅力なのだ。やや胴体が細いかなとも感じるんだけど、完成するとしっかりハヤテに見えるのだ。逆に気になったところはありますか？やっぱり設計年代を感じる部分はあるのだ。操縦席のディテールはかなりシンプルだし、最新キットと比べると物足りなさはあるのだ。ウェブ上の評価はどうなんでしょう？全体としてはかなり好評なんだけど、一方でコックピットを作り込みたい、細部の再現性を重視したいという人は長谷川のキットを選ぶケースもあるようなのだ。価格や入手性はどうでしょう？長年販売されてきた定番キットなので、中古市場でも比較的見つけやすいのだ。再販される機会も多いので、入手難易度はそれほど高くないと思うのだ。つまりこのキットはどんな人におすすめですか？気軽に4式戦闘機を楽しみたい人、そして昔ながらのタミヤキットを味わいたい人には今でも十分おすすめできる一箱なのだ。最新キットとは違う良さがありますね。発売から半世紀以上経った現在でも多くのモデラーに作り続けられている理由がわかる、そんな定番キットだったのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。